どうも皆さんこんにちは、はらかんたです。今日は私の動画にたびたび届くある批判について考えてみたいと思います。その批判とは、海外よりまず日本を助けろというものです。日本にも生活に困っている人がいる。子供の貧困や自然災害からの復興、孤独、孤立の問題など向き合わなければならない社会問題がたくさんある。それなのになぜアフリカのような遠い国に足を運び、海外の問題ばかりを取材するのか。海外に目を向け、そこで起きている問題を発信する時間や労力があるなら、まず日本国内の問題に目を向けるべきではないか。私はこうした言葉をこれまで何度も投げかけられてきました。このテーマについては過去の動画でも何度か自分の考えを話しています。それでも今回改めて一本の動画にしたいと思ったのには2つの理由があります。一つは少なくとも私のもとにはこうした意見が以前よりも目立って届くようになったと感じているからです。そしてもう一つはこの問いについてぜひ皆さんに紹介したい2人の日本人の言葉があるからです。私はYouTube を始めてからこの批判を受けるようになったわけではありません。大学生の頃、国際協力の活動を始めた時からどうして日本ではなくアフリカなんですか？日本にも困っている人はいるのになぜ海外なんですか？と何度も聞かれてきました。中には日本人を見捨てて外国人ばかり助けるな、アフリカ支援なんて結局は自己満足だといった趣旨の活動そのものを否定するような言葉を向けられたこともあります。実際このチャンネルのコメント欄でそうした言葉を目にしたことがある方もいるかもしれません。最近こうした声が以前よりも目立つ背景には日本社会から余裕が失われつつあることも関係していると思います。物価が上がり将来への不安も大きくなる中で自分たちの暮らしも苦しいのになぜ遠い外国の人たちのことまで考えなければならないのか。そう感じる人が増えるのも無理のないことだと思います。そうした思いが SNS 上では海外より日本、外国人より日本人といった短く強い言葉になって現れやすいのかもしれません。日本にも海外にもそれぞれ助けを必要としている人がいるという複雑な話よりも二者択一を迫る言葉の方が注目を集めやすいこともこうした批判が目立つ一因だと思います。ではなぜ日本ではなく海外の問題に関わるのかという問いに私たちはどう向き合えばいいのでしょうか。この問いへの答えはその人が関わってきた場所やそこで出会った人、経験してきた出来事によっても異なります。私自身の考えをお話しする前にまずは海外の紛争地で長年活動してきた2人の日本人の言葉を聞いていただきたいと思います。1人はアフリカで20年以上にわたり紛争の被害を受けた人々を支援してきた小川慎吾さん。もう一人はイラクで20年以上にわたって人道支援を続けてきた高藤直穂子さんです。二人の言葉からは海外に関わり続ける理由や遠く離れた日本にいる私たちにも果たせる役割が見えてきます。今回の問いを考える上でも大切な視点が含まれています。まず紹介したいのが認定 NPO 法人テラルネッサンスの小川慎吾さんです。小川さんは2005年から東アフリカのウガンダに駐在し、翌年からは長年紛争が続くコンゴ民主共和国でも活動を始めました。それ以来およそ20年にわたりウガンダ、コンゴ、ブルンジなどで元子供兵をはじめ紛争によって故郷を追われたり心身に傷を負ったりした人々の支援に関わってきました。以前日本に一時帰国している小川さんにインタビューした際、私は日本社会に余裕が失われる中でなぜ遠く離れたアフリカの問題に関わり続けるのかを尋ねました。一方でこういったアフリカ支援に関する動画をアップすると、今日本も不景気で自分の生活で手一杯だからその今後東部のことまで気にかける余裕はないとか、アフリカを支援する余裕はない、そういったコメントをもらうこともあるんですね。ちょっと今後東部から話が変わっちゃうかもしれないんですけれども、そういったなんていうんですかね、アフリカを支援する余裕なんてない。そういった声を耳にすることもあるんですけれども、ずっとアフリカの支援を20年以上続けられている小川さんとして、こういった声が日本にあるっていうことについてどう感じられますか？多分私もね、日本にたまに一時帰国したりすると、日本の中でも本当に大変な状況の中で生活している方々がいるということもニュースでも聞きますし、で私の友達もそういった子供たちの日本国内でサポートしている友達もいますから、そういう人たちの話を聞くと確かに大変だなと思うんですよね。
でやっぱり人の苦しみ悲しみとかその痛みってこう比べられるものではないので、なので日本と比べてアフリカがどうだとかっていうことは私は言えないんですが、ただ客観的に見ると私たちが活動しているコンゴ東部っていうのはまさにその紛争の影響の中でもう本当明日死ぬかもしれないっていう、もうまさに命の危機にこう瀕していて、その紛争下において、亡くなるほとんどが多くはですね0歳から5歳未満の子どもたちなんですね。つまり紛争が起こってで移動の自由が奪われてで安全な水だったり薬にアクセスできなくて亡くなるのは抵抗力の弱い子どもたちで、まさにそういう子たちがもう日々亡くなっていくのをやっぱ目の当たりにしていると、やっぱり日本の人たちのその苦しみ悲しみ、これは比べられないんだけれども、だけどやっぱもう本当明日死ぬかもしれない。でもその子たちを助けられないのかっていうと、実はそのマラリアの治療薬だったり、腸チフスの治療薬だったり、日本円にすれば1000円2000円あれば治療できるものだったりするんですね。当然治安の状況とかによっては我々がそこに支援物資を届けることができないこともありますけれども、だけどそういう状況が許せば、金額でいうとそれぐらいの金額で命を救うことができる。そう考えた時に、我々は我々として現地にいるので、やっぱできることはやっぱやっていくべきだと思うし、これは私自身が感じることなんですけど、ちょっと話がそれちゃうかもしれませんけど、アフリカに私も20年住んでるので、そうすると大体私が日本人ですよって言うと、皆さんすごい感謝してくれたり、あるいはすごいリスペクト、日本人すごいじゃないかっていうふうに言ってくれる人が多いんですね。でもなんでかっていうと、私よりももっと上の世代の日本人の先輩方がアフリカに過去いろんなことをしてきて、そういった印象が日本人に対する今のアフリカの人たちの日本人に対する感情になっていると思うので、そうすると長い目で見ると今私たち日本人がアフリカでできることをするということが将来我々の日本の次世代の子たちがですね、日本これから人口減っていきますし、アフリカは逆に人口どんどん増えて経済も大きくなっていく中で、いずれその将来の日本の人たちにとっての、いわゆる国益、大きな意味でのその国益にもつながると思っているので、それは私自身がやっぱり思うこと、今日々、日本人っていうことだけで非常に助けてくれたり、今後っていう国なんかだと60年代70年代から日本人がいろんなことしてたりするんですね。そういうことを覚えてらっしゃるその高齢者の方は日本人に昔こういうことで助けてもらったとか、たまにそういう話もやっぱり聞くんですよね、長年いると。なのでそういう意味で、短期的に、よく言われますけれども、その日本の援助支援が日本人のお金なのに国益にならないっていうかもしれない。確かに短期的にはそうかもしれない。だけど長い目で見た時にそれはやっぱ大きな私たちのその財産になると思うので、そういう意味でやっぱり海外で我々日本人がアフリカでやれることをやっていくっていうのは重要なことなんじゃないかなっていうふうにも思ったりしますね。小川さんは日本とアフリカの苦しみを比べることはできないとした上で、それでも目の前に救える命があり、自分たちにできることがあるなら続けていくと語りました。そしてその積み重ねは将来の日本にとっても大きな財産になると考えています。続いて紹介したいのが、イラクで20年以上にわたって人道支援を続けてきたピースセルプロジェクト代表の高藤奈穂子さんです。高藤さんは2003年のイラク戦争をきっかけに現地での支援を始め、激しい戦闘が起きていたファルージャやラマディなどで病院への医薬品支援や路上で暮らす子どもたちの支援に取り組んできました。2004年、高藤さんはイラク国内で武装グループに拘束され、命の危険にさらされました。解放後、帰国した日本では激しい自己責任論とバッシングにもさらされます。それでも高藤さんはイラクとの関わりを断たず、戦争や宗派対立、過激派組織、イスラム国の台頭などによって傷ついた人々への支援をその後も20年以上にわたって続けています。なぜ命を奪われかねない壮絶な体験をしながらも高藤さんはイラクに関わり続けてきたのか。以前高藤さんにロングインタビューをした際、その原動力を尋ねました。そうした人質事件の経験がありながらも、今なおイラクに関わり続けていらっしゃいますけれども、その原動力っていうのはどこから来るんでしょうか。やっぱり
この戦争への責任、日本人としての責任というか、この攻撃を支持した国の一人としてその責任が一番大きい。人質事件の時にすごく奔走してくれたイラク人、宗教指導者はじめ、それから一緒にストリートチルドレンのことをやってた、あるいはその医薬品を毎週のように運んでた友人たちがとにかく奔走してくれて、武装勢力たちにその3人を殺してはいけないと、その3人はイラク人を助けに来た人たちだからっていうふうに、それこそテレビに出たり声明を出してもらったり、宗教令出してもらったり、いろんな新聞記事を書いてもらったり、あるいはストリートの子供たちも僕たちのお母さんを殺さないでってバナー作ってバグダッドの道路を歩いてくれたらしいんですよね。でその時の写真見せてもらったんですけど、その人たちへの恩返しというか、命を救ってもらった恩返し、この2つですね。高藤さんが挙げたのは、イラク戦争を支持した国の一国民としての責任と、人質事件の際、自分たちの命を救うために奔走してくれたイラクの人々への恩返しでした。そして、インタビューの最後に、私は高藤さんに、今、日本で暮らす私たちに伝えたいことを尋ねました。イラク戦争中から現場に入られて人道支援をされたり、その後人質事件を経験されたり、さらにはそこからも20年間イラクの人々に寄り添い続けて、戦争のリアルをずっと見てきた高藤さんですけれども、その高藤さんの目から見て、今日本の人々に伝えたいことはありますか？今世界はね、本当に昨日今日もまだ起きてるし、イスラエルパレスチナの問題、あれは占領の問題っていうふうに言った方がいいと思うんだけど、それからウクライナもそうだし、アフリカもいろいろ紛争があったりとか、私が経験して、さっき言ってたそのイラクという戦場と日本っていうところの間にいて、すごく思ったのは、イラクが地獄の時って私も冷静でいられなかったんですよ。冷静でいようと努めるんだけれども、やっぱり身近な人たちが殺されていくとか、大変な目に遭ってるっていう時にやっぱり冷静でいられない。で今すごくパレスチナを支援している方々とかがどんな思いでいるんだろうって、私自分のパルージャがやられてる時とかそういうのすごく思い出すんですよね。今カッコつきの平時のイラクに今住んでいる私から日本の人たちに伝えたいのは、日本に生まれた意味があるっていうこと。日本に生まれたから、戦場から今遠いから日本に今の時代に生まれたっていう意味があると思っていて、当事者になったり当事者に近すぎると、やはりどんなに平和主義者でも冷静さをある程度失ってしまうっていうことがやっぱある。本当に許せないっていう感情とか、ものすごい強い感情にガッてなったりするわけですよね。そういう感情に突き動かされてしまう、翻弄されてしまうこともあるので、離れているところにいる人たちは冷静に物事を見れるようにしてほしいし、停戦になった後とか、それから次にこの戦争が起きないようにするためにはどうしたらいいんだろうとか、終わってから当事者たちが考えるんではなくて、今のうちに考えられる人は今からとことん考えておく必要があるかなって思います。やっぱりこれは終わってからよかったよかったって言って小躍りして、やったやった平和になった停戦になったっていうのだけではダメだと思う。そこからやっぱり次の戦争が起こさないようにって、その瞬間からやらなきゃいけないことが山のようにある。どっちかって言ったらそっちの方が山のように仕事があるわけだから、それを日本にいる人たちピースメーカーとしてやれる準備を今から、パレスチナのケース、イスラエルのケース、ウクライナのケース、ロシアのケース、様々なケースをピースメーカーとして考える。そういうのをぜひやってほしいです。高藤さんは戦争の当事者やそのすぐそばにいる人ほど強い怒りや悲しみの中で冷静さを失ってしまうことがあると語りました。だからこそ戦場から遠く離れた日本にいる私たちには何が起きているのかを冷静に見つめ、戦争が終わった後の平和や次の戦争を防ぐ方法を考える役割がある。日本に暮らす人たちにも平和の作り手になってほしいと訴えていました。なお、高藤さんの人質事件については、当時の日本の報道だけでは見えてこなかった経緯を別の動画で詳しく伺っています。高藤さんがどのような状況で武装グループに拘束され、解放までにどのようなやり取りがあったのか、この事件を考える上で大切な背景が語られています。概要欄にリンクを載せておくので、ぜひ合わせてご覧ください。
小川さんはそこに救える命があり、自分たちにできることがあるならそれを続けていくと語りました。高藤さんはイラク戦争を支持した国の一国民としての責任と、命を救ってくれたイラクの人々への恩返しを原動力に、遠く離れた日本にも果たせる役割があると語りました。2人の理由や活動の形は異なります。ただ、海外の問題を自分とは関係のない出来事として切り離すのではなく、自分が置かれた場所から何ができるのかを考え続けている点は共通しています。では、なぜ私は日本ではなく、特にアフリカの問題に目を向け続けているのか。もちろん、論理的に説明しようと思えば、いくつもの理由を挙げることができます。日本も戦後、世界から多くの支援を受けて発展してきたこと。私たちの生活がアフリカをはじめとする海外の資源や労働力によって支えられていること。そして日本にも深刻な問題はある一方で、世界には安全な水や薬にアクセスできず、今日明日の命さえ脅かされている人たちがいること。国際協力が必要とされる理由をこのように説明することもできます。ただ、私自身がなぜアフリカに関わり続けているのか、その正直な答えはもっと個人的で感情的なものです。私は出会ってしまったからです。今から10年前の2016年、大学3年生だった私は初めて東アフリカのウガンダを訪れました。当時、大学の授業で学んでいたアフリカの紛争や貧困、そしてテレビで偶然目にした子供兵士の問題について、実際に現地を訪れ、当事者の話を聞きたいと思ったからです。そこで出会ったのが元少女兵のアイーシャさんでした。アイーシャさんはわずか12歳で反政府ゲリラに誘拐されました。脱走を試みて捕まり、見せしめとして鞭で200回撃たれたこと、兵士との結婚を強制されたこと、そして故郷へ戻ることができたのは誘拐されてから14年後のことでした。目の前で語られるあまりにも壮絶な経験に、私は言葉を失いました。メモを取る手が震え、インタビューを終えた日の夜、安宿のベッドで泣いたことを今でも覚えています。その時、私の中に芽生えたのは負い目のような感覚でした。アイーシャさんは想像を絶する経験を遠い日本から来たただの大学生だった私に話してくれた。その言葉を受け取った時、私はとてつもなく重いバトンを託されたような感覚になりました。知ってしまった以上、何も知らなかった頃の自分には戻れない。この現実を自分の中だけに抱え込み、何もなかったことにはできない。彼女から受け取った言葉を他の人にも伝えなければならない。そんな感覚が私が国際協力の道へ進み、今もアフリカについて発信し続けている原点です。余談にはなりますが、この時の経験について書いたのが、このチャンネルでもたびたび紹介している書籍、世界を無視しない大人になるためにです。私の活動の原点を綴った一冊なので、まだ読んだことない方はぜひ手に取ってみてください。私がアフリカに目を向けているのは、日本の問題が重要ではないと思っているからではありません。日本にも世界にも向き合わなければならない問題は数えきれないほどあります。その全てを私一人で引き受けることはできません。だからこそ私は自分が出会ってしまった人たちから受け取った言葉を伝え続けたいと思っています。アイーシャさんをはじめ、これまで世界各地で話を聞かせてくれた人たちの言葉や人生に触れた以上、そこで起きている問題を完全な他人事として片付けることはできません。だから私はこれまで出会ってきた人たちから受け取ったバトンを途中で手放さず、これからも伝え続けていきたいと思います。今回は海外より日本を助けるべきではないかという問いについて、小川慎吾さん、高藤直子さんの言葉、そして私自身の経験から一つの視点をお話ししました。ただ、この問いには国際協力の意義や日本とのつながり、支援や関心の偏りなど、まだ考えるべき論点がたくさんあります。今回の動画だけを最終的な答えにするのではなく、今後も視点を変えながら、このチャンネルで定期的に取り上げていきたいと思います。皆さんはこの問いについてどのように考えますか？ぜひ感想や意見をコメント欄で聞かせてください。こうしたテーマを動画を見て終わりにするのではなく、他の人と対話しながら、さらに考えを深めてみたい方へお知らせです。私が運営するオンラインサロンシナジーでは、国際協力や日本の社会課題、寄付や支援のあり方について様々な立場のメンバーと対話を重ねています。異なる意見に触れながら自分なりの考えを深めていく場所です。今回のようなテーマを YouTube よりもさらに一歩踏み込んで考えてみたい方は、概要欄のリンクからシナジーのホームページをご覧ください。ハラカントのチャンネルでは、アフリカをはじめ他のメディアでは知る機会の少ない世界の問題や、そこで生きる人々の姿を発信しています。これからも私と一緒
緒に世界の現実を知り考え続けてくださる方は、次回以降の動画も見逃さないよう、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ということで、今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。